皆さんこんにちは、みさとです。ここは北陸新幹線の新高岡駅です。今回の動画は新幹線鶴木号と特急サンダーバードを乗り継いで大阪に帰ります。朝は降りて足早に通り過ぎた新高岡駅ですが、改札外のコンコースに加賀藩2代目藩主前田利長が愛用した銀なますおなり兜を模した高岡大兜があります。高さ4メートル、重さが400キロもある陶器鋳物の町の高岡らしいオブジェです。時間は夜の7時半過ぎ。さすがにこの時間はお客さんも少ないようです。帰りの新幹線は新高岡19時48分発の剣47号。この列車とサンダーバード乗り継ぎで大阪まで帰ると22時半を過ぎます。観光で来られた方はもうちょっと早い時間が多いのかもしれません。まもなく2番乗り場を列車が通過します。富山を3分前に発車の輝き513号通過の後、剣47号が到着。今回は10時間ほどの富山県滞在でした。また富山高岡をゆっくり観光したいです。金沢までは13分、20時1分着。3月に金沢発この時間の1時間前のサンダーバードで大阪着は21時49分でした。今回の敦賀乗り換えで22時31分着です。その日のサンダーバードは停車駅少なめの速達タイプ。今日の剣は各駅停車タイプなので、条件を同じにしたらもうちょっと新幹線の速達効果があったでしょうね。このチャイムが流れるということは、今乗っているのは E7 系ですね。私が北陸新幹線に乗るとだいたい北陸ロマンが流れるので、ちょっと新鮮な気持ちになりました。先ほども言いましたが、今日乗っている剣47号は各駅停車タイプでだいたい10分ごとに駅に停まります。今日は早めの夕飯だったので、ここでおやつをいただきます。新港きっときと市場で買っておいたおこわまんじゅう。おまんじゅうの中にもち米が入っています。これは黒豆入り。お好みでごま塩をかけてくださいといただきました。私はかけた方が好きですね。美味しくいただきました。座席背面の網ポケットにはこちらが入っていました。今乗っている車両は9号車です。東海道山陽新幹線だと S ワーク車両に当たるのでしょうね。この JR 東日本のワーク&スタディ優先車両トレインデスク、平日のみということと、剣号には設定はないということです。小松、加賀温泉、あわら温泉、福井と帰りの剣はまめに止まっていきます。福井に停車してもほぼ乗車はなく発車。夜の20時を過ぎてますから、こんな感じなのでしょうね。越前武府も発車して、次は終点敦賀です。新北陸トンネル内を通過中です。今回の行きの列車は停車駅の少ない速達タイプの剣で1時間を切っていましたが、さすがに各駅停車タイプは新高岡から敦賀は1時間12分となっています。ということで21時ちょうどに敦賀駅に到着です。8分の乗り換えで新幹線のホームから在来線特急のホームへ向かいます。21時8分発のサンダーバード48号です。ホームを歩いていると駅弁の自動販売機がありました。8分の乗り換えでもここにあればなんとか買えたかも。
サンダーバードに乗車します。先ほどの剣47号はガラガラでしたが、こちらはちらほらお客さんの姿が見えます。剣47号の私の号車だけ少なかったのかもしれませんね。さて、この日のサンダーバード号ですが、本日湖西線内断続的な強風が吹いておりますため、運転線路を湖西線から琵琶湖線米原経由に変更させていただきます。また本日お客様救済を行いますため、本日に限りましてこの電車米原駅に臨時停車をいたします。この電車敦賀を出ますと米原、京都、高槻、新大阪、終点大阪の順に停まります。まもなくということで、帰りのサンダーバードは米原経由で湖西線を通らないレアなサンダーバードで帰ることになりました。そんなサンダーバード48号は敦賀駅を発車。いつもならこの辺りで北陸ロマンと自動放送が流れるのでしょうけど、流れません。今日も JR 西日本をご利用くださいましてありがとうございます。この電車は全車両指定席となります特急サンダーバード48号大阪行きです。前から12号車、11号車の順に一番後ろが1号車です。自動放送の代わりに車掌さんの肉声放送が流れました。そして到着予定時刻の案内もありました。次の米原には21時43分、京都22時29分、高槻22時44分、新大阪22時54分、終点大阪には22時59分頃の到着を予定しております。近江市津を通過。ここから湖西線ではなく北陸本線経由で米原を一路目指します。余呉駅を通過中。こちらは高槻駅を通過の様子です。長浜駅も通過です。そして途中からですが、米原到着前放送です。新幹線ご利用のお客様はホーム上がられまして新幹線乗り換え改札へお越しください。米原駅の3番乗り場に停車です。普段はサンダーバードから見ることはできない JR 東海の313系電車がいます。米原駅の発車時刻は21時45分と出ています。米原駅を発車。同時刻に発車の光661号も新大阪に向けて発車していきました。さて、琵琶湖線に入りましたが、4分前に各駅に止まる先行列車がいるので、なかなか速度は上がりません。こちらは南彦根駅通過中。米原駅発車後10分ほどして速度が上がりました。川瀬駅で先行の姫路行き快速を追い越したようです。速度はこのぐらい出ています。見えているのは安野車両基地。安駅に停車中のはるか54号が見えました。安を通過してから130キロまで速度が上がりました。こちらは大津駅通過の模様。並走しているのは米原を21時34分に発車の新快速姫路行き。湖西線と合流するあたりで新快速が先行。山科通過前に北陸ロマンが流れて京都到着前放送が流れました。新快速は山科に停車なのでここで抜き去ります。京都到着前に早めに速度が落ちて長くゆっくり走る間に山科で追い抜いた新快速が追い越して行きました。長くゆっくり走ったものの22時29分に京都に停車。先ほどの新快速は22時29分発ですが、まだ京都駅に停車中。この先新快速と同じ停車駅になるサンダーバード48号、新快速の2分後を後追いで走るようです。新快速は 1,2 分ほど遅れて京都を発車。サンダーバード48号は辛抱強く出発信号機が出るのを待ちます。デッキまで来てみたらようやくドアが閉まりました。遅れ約25分と出ていますね。こうして京都駅を発車。
湖西線から迂回運転の場合に備えて、あらかじめ迂回運転用のダイヤがあるという話も聞きます。それでもなるべく遅れを出さないように結構タイトなダイヤになっているのでしょうね。本当 JR の関係者の皆様、お疲れ様です。京都でもそこそこ下車があり、だいぶ車内は空いてきました。ちなみにさっきまで車内の案内表示が止まっていましたが、京都を出てから表示されるようになりました。新快速の後追い続行なので、この後は快調に飛ばします。サンダーバード48号、高槻駅に停車して発車します。この後も130キロ運転でラストスパートを続けます。北陸ロマンが流れてまもなく新大阪駅の放送です。新大阪駅に停車。次は終点大阪です。淀川の鉄橋を渡ると遠いところから帰ってきたなっていつも思います。今日も敦賀からの特急サンダーバード号をご利用くださいましてありがとうございました。お出口は左側4番乗り場に着きます。本日湖西線内断続的な強風が吹いておりましたため、運転線の湖西線から琵琶湖線米原経由に変更させていただきました。そのためこの電車約30分遅れで終点大阪駅に到着をいたします。本日列車到着遅れましてご利用のお客様にはご迷惑をおかけいたしましたことをお詫びいたします。ということで終点大阪に到着です。米原経由で30分遅れなら結構早い方だと思います。今回は富山の旅の締めくくりに米原経由のサンダーバード乗車でした。琵琶湖線のダイヤの隙間を縫って走る迂回運転のサンダーバード、たまにニュースで聞きますが、今回が初めてで貴重な体験になりました。でもイレージな対応で列車を走らせる側は大変かと思います。 JR 関係者の皆様、イレギュラーなサンダーバードの運行大変お疲れ様でした。それでは今回の動画はここまでにさせていただきます。今回も最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。チャンネル登録をどうぞよろしくお願いいたします。評価の方もしていただけると嬉しいです。